繊維を断ち切るように内側にこう折り込んであげるような感じに。日本橋にあります、四川飯店日本橋料理長の、今田典久と申します。本日はトマトと卵のふわとろ炒めを作りたいと思います。まず、ネギと生姜を切っていきたいと思います。生姜はですね、千切りになります。これ今僕らはこうやって中華の切り方でこう横にしてスライスしてますけどね、普段でしたら縦にスライスしてからまたこういう風にスライスしていただいて構いませんので。はい、次はネギですね。ネギは、一度半分に切ってこれを斜めにこれも千切りにしていきます。少し斜めにしてこの繊維を断ち切るようにしながら切っていくと、口の中に入れた時に歯切れがいいので繊維をちょっと切りながら切っていきます。トマトはもうこのまんまくし切りにしたいので、まず半分に切っていただいて、さらにそれを半分で、これを今度3等分ぐらいでよろしいです。はい、これで材料の下ごしらえは終わりになります。実際次はですね、先ほどの卵に下味を入れていきたいと思います。ここにお塩ですね、お塩、あと胡椒です。で軽く混ぜてください。であとここに浅漬きネギの小口切りしたやつを入れておきます。はい、そうしましたらね、次は実際に加熱していく調理の方になっていきますんで、まずはフライパンにそうしましたら、これがネギ油ですね。ネギ油っていうのはラードにネギと生姜の香りを移した中華の特有の油になります。これをまず溶かし入れます。そうしましたら、先ほど切ったこのネギと生姜です。これをまず最初に入れていただいて、これで炒めていきます。でトマトは今入れてしまうとぐちゃぐちゃになりすぎちゃいますんで、まずこの段階でネギと生姜を炒めて香りを出してあげます。ネギ油なかったらもう普通の油でも構わないですね。はい、これで少しこうしんなりしてきましたら、ここに先ほどのトマトを入れます。この時は火加減はもう中火ぐらいでいいです。であんまりヘラとかでぐしゃぐしゃ潰すような感じじゃなくて、軽く混ぜ合わせるぐらいです。はい、そうしましたらここに、スープです。でお酒です。でここでお塩ですね。ここでもうトマトとこのネギ生姜に軽く下味をつけてあげます。であと胡椒です。でここで少しこう軽く煮てあげて、今度はここに水溶き片栗粉ですね。水溶き片栗粉大さじ1です。
で片栗粉を入れるときは一回フライパンの方の火は止めた方がダマになりづらいので、はい、そうしましたら入れてからさっとこう混ぜて、片栗粉が全体にこう混ざり合ってきたら火つけてください。そうするとダマになりづらいので。でこのトマトの形がこう少し崩れるぐらいですね。少し、あんまりぐちゃぐちゃにならないで少し崩れるぐらいになってしっかり火通してあげます。はい、そうしましたらね、これ一回火止めていただいて、鉄板みたいなバットみたいなのに一度この取り出してください。でこういうふうに少し広げてあげて、ちょっと粗熱が、はい、少し取れるぐらいまで置いときましょう。そうしましたらね、次この卵を実際に炒めていくんですけど、まずこのフライパンを軽くなじませます。どうしても家でやると卵を炒めすぎちゃって硬くなりがちなんですよね。ですから今回事前にこのトマトとかに下味を入れて、スープも入れて、でとろみをつけたんですよね。このとろみです。このとろみが実際卵が混ざり合うと炒めた時にカチカチにならないでとろっとなるようになりますんで、でこれ、はい、今下味入れたこのトマトを卵の中に全部入れちゃいます。そうしましたらこの時に軽く混ぜてください。ここでガーって混ぜるんじゃなくて、もうほんと軽く混ぜるぐらいでいいです。卵を炒める時ってちょっとこう今見た瞬間油多いかなって思うんですけど、実際油がないと卵ってふわっと膨らみませんので、なおかつ温度が低すぎてもダメです。ある程度温度を上げてあげて炒めていくと卵がふわっと膨らんでふわとろになりますんで、はい、こんぐらいですね。こんぐらいまで温度が上がってきましたら、ここに一気に入れていきます。この音が鳴るぐらいが大事です。このジュワッっていう音が。でまずはそんなにすぐかき回すんじゃなくて、周りがこう少し固まってきましたよね。そしたらこの周りを内側にこう折り込んであげるような感じに、ここで箸とかでガシャガシャやるんじゃなくて、周りの固まってきた部分を中心にこう持ってってあげるような感じです。わかりますか？あんまり箸でやるんではなくて、お玉とかそういうヘラとかで表面の固まってきたやつを返してあげるような感じです。でもしできる人だったらここでちょっとフライパンこう揺すってあげてこう返してあげるとまたやりやすいですけど、もしできない人はこうやって周りの卵を返しながら、そうするとこう分かりますか、こうとろっとした感じのこの柔らかい感じのが。でこれ以上炒めすぎると卵硬くなっちゃいますから、このぐらいで大丈夫です。こう表面が固まって中のこのトマトのあんみたいなのがちょっとこうとろっとしてるような感じです。はい、そうしましたら器に持っていきます。でこの後に上からかける甘酢あんをかけますんで、一旦このお皿にこう盛り付けます。はい、そうしましたら次はですね、甘酢あん作っていきたいと思います。これも軽くフライパンにしていただいて、はい、そうしましたら油をなじましていきます。ですね。でまずここの段階であんに使うこの調味料なんですけど、これを事前にボウルに合わせていった方が後で慌てないで済むと思いますので、まずここに合わせていきます。はい、これケチャップですね。はい、お砂糖です。
でお塩ですね。でこれはお酒です。でお酢です。でこれスープですね。はい、それでここでよく混ぜてあげてください。はい、そうしましたらここに先ほどの合わしたタレですね。タレをで一度沸騰させてください。はい、沸いたら一度火止めます。これ、沸かすっていうのはやっぱ酢入ってますんで、沸かすことによって酢の酸味がマイルドになりますから。で一回火止めて、先ほども言いましたけど、止まってるところに足して水溶き片栗粉を入れていきます。これで沸いてるところにいきなり入れると、その瞬間に片栗粉が固まってしまいますので、先ほどと同じように火消してる状態です。今まだ火消えてる状態で全体になじませてから火つけます。はい、で完全に沸いてとろみがついたらはい、これであんも完成になりましたんで、今度はここにかけていきます。はい、これでトマトと卵のふわとろ炒めの完成になります。ぜひ、作ってみてください。